体重5トンにもなるアフリカゾウ。ライオンはせいぜい180キロ。しかし時にライオンは自分の20倍以上もあるこの地上最大の生物にも挑むといいます。果たしてゾウを狩る情報を手にした取材班がアフリカ・ボツワナ共和国を訪れたのは2003年のこと。21世紀の初頭、ボツワナでは降水量が激減し干ばつに見舞われていました。おそらくそのためなのでしょう。ある研究機関によれば、この時期ライオンの出産がほとんど報告されず激減していたといいます。内陸部のサブチ地区はさらに厳しい干ばつに襲われていました。ライオンの数は少なく、見つけることができても3頭5頭という小さな群れ。しかも皆痩せて毛艶もよくありません。ここではアフリカゾウだけが繁栄を謳歌しているように見えます。しかし彼らもまた渇きと戦っていました。サブ地には川が全くなく、わずかな水たまりだけだからです。水がなければ草も育ちません。草食動物は皆骨が浮き出て見えるほど痩せ細っています。獲物は質、量ともに乏しいのです。砂嵐以外何も起こらない。そんな日が1週間も続きました。ところが1頭で行動するメスライオンと出会いました。ついに大きな群れと遭遇したのです。辺り一面ライオンだらけ。数えてみるとなんと28頭もいます。しかも皆健康的。これまで出会ったライオンとは見るからに違っています。その上なんと赤ちゃんまでいました。絶望的ともいえる干ばつの中で新しい命が生まれ育っていました。およそ生後1ヶ月の3頭の赤ちゃん。その元気な姿はこの群れが獲物に不自由していない何よりの証拠です。ゾウを狩るライオンたちである可能性は高まります。この群れが他のライオンたちと違うところは他にもまだありました。それはオスの数です。プライドと呼ばれるライオンの群れは血のつながったメスを中心に構成されます。そこに婿入りするオスは通常1頭か2頭。ところがこの巨大なプライドには大人のオスが4頭もいるのです。さらにはたてがみが生え始めた若者、生後半年ほどのやんちゃ坊主など、オスの数は全部で10頭にもなります。一体なぜこのような強大なプライドを作る必要があったのでしょうか。数が多ければそれだけ狩りに有利だと考えたのでしょうか。このプライドの追跡を開始して4日目、ライオンたちはわずかに残された水たまりにやってきました。とその時です。ライオンの存在を全く無視し近づいてくる巨大な生物。体重5トン、地上最大の草食獣、アフリカゾウです。間近で比べるとライオンがまるで子猫に見える大きさ。そこをどけと言わんばかりの人泣き。いかに百獣の王ライオンといえど、一頭で巨大な象に挑むほどの勇気はありません。しぶしぶ水場を明け渡しました。この時期
ボツワナの気温は優に40度を超えます。喉の渇きは限界まで達していました。しかし万一ライオンが象に襲いかかろうものなら、その結果は火を見るより明らかです。28頭のライオンがたった1頭の象にかなわない。これが一般的な象とライオンの関係なのです。しかしその夜のことでした。暗闇にライオンのうなり声が響き渡ります。これは狩りに向かう時の儀式。やがてライオンたちは同じ一つの方向に向かって歩き出しました。興奮しているライオンもいます。しばらく行くと、ライオンの前に象の群れが現れました。20頭は優にいます。夜なら勝算がある。ライオンたちはそう考えたに違いありません。昼間、象に追われた同じ水場に戻り、今度は象を狙っているのです。しかし、象の態度は何ら変わりありません。あくまで強気にライオンを追い払います。象の威嚇に引き下がるライオン。これでは昼の二の舞です。夜の狩りの利点は相手に見つからずに近づけること。しかし威嚇の声が上がった時点で20頭ほどいる象は全員ライオンの存在に気づいています。それでもライオンたちは諦めず、象の群れを囲んだまま離れません。そんな睨み合いが1時間も続いた頃、オスライオンが動き出したのをきっかけに、一斉にプライド全体が動き始めました。生後1年ほどの赤ちゃん象に狙いを定めます。しかし赤ちゃん象は家族総出でしっかりガードされ、付け入る隙がありません。チャンスを伺うオスライオン、今度は4歳ぐらいの子供に狙いを定めました。と次の瞬間、前足はかかったものの明らかに失敗。しかしこの攻撃によって親子2頭が他の家族から引き離され、ライオンにチャンスが生まれたのです。孤立した4歳の象に次々と襲いかかります。象も必死の抵抗を見せます。子供とはいえすでに体重は2トン、ライオンの10倍以上もあるのです。決して簡単に倒せる相手ではありません。ライオンたちの格闘は40分以上も続きました。そしてついにプライド総がかりで大きな体を横倒しにしたのです。一斉に噛みつき、身動きが取れないようにするライオンたち。一撃で致命傷を与えることはできないので、喉、鼻、足の付け根、皮膚の薄いところから攻めて行きます。子象の母親でしょうか。一頭のメスを先頭に象の群れが近づいてきました。なんとか小象を救いたい。しかし20頭ものライオンに抑え込まれてしまってはもうどうすることもできません。象は引き下がるしかありませんでした。
ライオン対アフリカゾウ。アフリカ最大の肉食獣と地上最大の草食獣。その対決は昼と夜で全く逆の結末を迎えました。昼間はゾウに追われたライオンが、夜はゾウを追い払ったのです。このプライドを追跡して丸4日、彼らが初めて口にした獲物がこのゾウでした。この時、もしゾウを倒さなければ大きな群れは共倒れしていたことでしょう。4頭のオスが率いる特殊なプライド。彼らはゾウを狩るためにこの特別な群れの形を選んだのかもしれません。日が昇った翌日、ゾウはすでに骨と皮だけになっていました。その変わり果てた姿をじっと見つめる一頭のメスのゾウ。仲間たちが水を飲む傍らで、おそらく母親と思われるこのゾウは1時間以上も匂いを嗅ぎ続けていました。こうして我が子の死を現実として受け止めたのでしょう。やがて彼女は群れのもとへ帰っていきました。その頃、ライオンたちはいつにも増して元気に走り回っていました。昨日お母さんはこうやったんだよ、などと大人を真似たこの遊びを通して、子供たちはハンティングのテクニックを学んでいくのです。絆を深めることも大切です。群れの仲間たち全員と世代を超えて仲良くならなくてはなりません。チームワークこそ灼熱の大地を生き抜く武器なのです。